今回はコインローファーのご紹介なんですけれども、3万円台から10万円ぐらいまで、ちょっと超えるものもあるんですが、全部ですね、実際に手が届く価格帯のものだけで集めてみました。ただですね、サイズで失敗しそうとか、自分に合うかわからないみたいな、いろんなお悩みがあると思うんですよね。なので今日はそういったお悩みをできるだけ解消して、あなたがこれだっていう一足をですね、選べるような形で靴をご紹介していきたいと思います。で、最後にこういう方はこれ買っていただくといいかもしれませんね、みたいな形で、おすすめというかですね、タイプ別にそれぞれ何足かご紹介していければと思いますので、ご自身に当てはまる靴がですね、見つかるところまでぜひご覧いただけたら嬉しいなと思っております。よければお付き合いください。で、今回ご紹介する靴のポジショニングというか、プロット図みたいなものをですね、ちょっと先に見ていただきたいんですけど、これを知っておくとですね、一気に選ぶのが楽になりますね。で、縦軸が価格で、横軸が左に行くほどカジュアル、右に行くほどドレスっていう位置づけになってます。なので、ご自身のご予算であったりとか、好みをどこで交わるのかっていうのをですね、ちょっとある程度見ながら、想定しながら見ていただくと、ご自身に合う一足が見つかるんじゃないかなと思っています。はい。というわけで早速、まず3万円台の価格帯の低いところからですね、ちょっとやっていきたいんですが、ここだけで結構な選択肢がありますので、その辺もご注目かなと思います。で、最初はですね、今回一番安価な靴、アシックスのランウォークのゲルビズラギットっていう靴になります。アシックスって思われた方もね、中にいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、これ、革靴ですね、ちゃんとした。で、アシックスがスポーツで培ってきた技術、例えばゲルクッションであったりとか、ゴアテックスみたいな、そういう技術をですね、そのまま靴に持ち込んで、スニーカー感覚で履ける、さらに雨にも強いというような位置づけの靴になってます。やっぱり革靴ってね、痛いとか疲れるみたいな、そういったイメージあると思いますけれども、そういったところをひっくり返してくれるっていう、革靴の小難しさみたいなものをもう払拭してくれる、入り口としてはすごくいい、ポジションの靴かなということですね。で、これが 26,950 円。価格的にもね、ちょっと良心的かなと思います。で、ポジション的には結構カジュアル寄りの、見た目になってくるので、靴底も厚くてですね、ちょっと左側のカジュアルなポジションという感じですね。はい。で、サイズ選びについてちょっとだけお話をさせていただくと、やっぱ好みがあるし、僕も責任取れないんで、おすすめっていうわけではないんですけど、ローファーは少しきつめで選んでいただくと、後々安心かなと思います。で、革ってやっぱ履くほど伸びるし、足に馴染むっていう言い方もできるんですけど、やっぱローファーは紐がない分ですね、最初から余裕のあるサイズ感、フィット感で選んでしまうと、かかとがね、抜けやすくなってしまったりとかっていうことがあるんですね。なので最初は、ジャストサイズよりはちょっと窮屈め、タイトフィットで選んでいただくことを個人的にはお勧めしたいです。でもちろん痛すぎるとか、ね、辛いものはダメですけれども、できれば、事前に試着をしていただくとか、ネットで試着サンプル借りれるものとかもあったりするので、そういったところで選んでいただくと安心かなという感じですね。で、次はちょっと見どころになるんですけれども、バーウィック、スペインのブランドですね。僕のチャンネルでは何度かご紹介させていただいているんで、ご存知の方も多いと思いますけれども、何がすごいって、同じ 37,400 円でポジションの違う3足が結構幅広く揃ってるっていうところなんですね。このプロット図見ていただくと、ちょうど均等に並んでいるわけですね。で、じゃあ何がカジュアルで何がドレスなのって話をちょっとここで挟ませていただくと、なんとなくカジュアルとドレスの違いはノーズの長さとか、あとソールの仕様とかですね。あと細かいデザインディテールで決まってくるかなという感じです。例えばノーズがちょっと短くて丸っこいもの、あとソールが分厚いものとかね、そういったものはカジュアル寄りになってきますし、デニムとか休日のスタイリングに合わせやすいのかなっていうポジションになってきますね。で、逆にノーズがシャープで結構シュッとしていて、ソールがすっきり薄いもの、そういったものはドレス寄りになってくるという感じです。だから例えばスラックスの裾からちょっと見えた時にですね、非常に綺麗に見えるような感じの、そんなポジションの違いがあるわけですね。一応他にも細かいデザインの違いによって、若干の違いはあるんで、カジュアルドレスっていう、そのあたりもですね、この後ご説明できればと思うんですが、まずこの5293っていうモデルですね。これがバーウィックの中でかなりカジュアル寄りのものかなっていうところです。ノルウィージャンっていう結構丈夫な製法を採用していて、ソールは結構厚めのゴム底ですね。なのでデニムとかワーク系のスタイリングには結構がっつり合わせやすいのかなっていう、パッと見タフな一足ですね。で、次が4456ですね。グッドイヤーで丸みもありつつちょっとスッキリもしていて、もちろんデニムにも合うし、ちょっとクリースの効いた
こう、切れ目なパンツにも合うという、すごくバランス型というか、中庸的なポジションですね。そして最後が4545。これが一番ドレスで、ノーズがこう、シュッとシャープになっていて、すっきりしたゴム底っていう感じです。はい、なので、スラックスとかジャケパンのスタイルではすごく合わせやすいのかなという感じで、同じ価格で、こうドレスからカジュアルまで全部揃うっていうところ、はい、あと全部グッドイヤーとかそういう堅牢な作りになっていて、これが37,400円なわけですね。なんで、正直ですけど、価格と質のバランスでバービクを超えてくるブランドって、なかなか多くないと思います、正直。割とバランスよくプロテできるように選びましたんで、3足だけのご紹介になりましたけど、他にもね、いくつかこういうのがあるので、気になる方はですね、バーベクの公式サイトを見ていただくといいかなと思います。で、次はですね、同じ37,400円で、アメリカのコールハーンにもちょっとだけ触れておきたいですね。さっきのバーベクの5293と割と近いポジション、カジュアルなポジションで、ナイキの傘下だった時代があるんですかね。だからスポーツ技術とかも入っていて、これも結構スニーカー感覚で履けるっていうのが一つ特徴の靴になってます。結構ごつめのラバーソールが効いていて、ラフで履きやすい靴っていう感じですね。で、次が、6足目になりますね。これもコインローファー語る上では欠かせない、語らずにはいられないブランドなんですけれども、アメリカの GH バスっていうブランドですね。歴史も結構長いです。1900年代、前半ですかね、にはもう同じデザインのローファーを発表されていて、コインローファーの歴史の原点と言えるような靴ですね。このラーソンっていう靴。で、これが GH バスらしいというか、このモカシン部分のこの U 字のところの縫い目がこう、うねうねうねっとこう、皮が寄っているような衣装。ここが特徴的ですね。で、サドルの両端にもこうビーフロールっていう衣装が施されていて、チャーシュー作るときにね、肉を糸で縛って煮込むやつあるじゃないですか。チャーシューならポークロールになると思うんですけど、なのでシルエット的にはすっきりめではあるんだけど、こういった衣装でもってちょっとカジュアルな位置づけになるっていうのが面白いところですね。なんでざっくり簡単に言うと、こう装飾が多ければ多いほどやっぱカジュアルになっていくというのはちょっと覚えておいていただければという感じです。で、デニムでもワイドパンツでも結構スタイリングの幅は広がるかなっていうところで、レザーソールだと36,600円。で、ゴム底だと31,900円という価格になっています。ポジション的には結構カジュアルよりのこのあたりっていう感じですかね。はい、次3万円台の最後になりますけれども、トレーディングポストの CBV1225 という少しドレス寄りのポジションのローファーですね。で、トレーディングポストっていわゆるセレクトショップっていう業種のお店なんですけれども、自社ブランドもやってらっしゃるんですね。で、このローファーが割と最近発表された靴になっています。で、黒のローファーであれば、ドイツの老舗タンナーのワインハイマーのボックスカーフっていう使ってるんですよね。で、何かっていうと、育てる楽しみがあるっていう、経年変化を楽しめる革であるっていうことですね。で、例えばさっきのコールハーンとか GH バスはコーティングレザーって言われてる素材を使ってるんですよね。本革ではあるんですけど、表面に結構塗膜とか、コーティングを乗せているので、お手入れ不要っていうメリットはあるんですけど、エイジングはちょっとしづらいっていう特徴があったりします。そのあたりもですね、靴を選ぶとき、革を選ぶときの参考にしていただけたらという感じですね。で、シルエットは丸すぎず、尖りすぎず、結構上品なタイプですね。ちょっとドレッシー寄りかなっていうところと、39,600円で、結構上質さはあるというポジションですね。はい。めっちゃドレスに振ってるかというとそこまでではないので、割と使いやすいポジションで、ちょっとだけドレスよりかなっていうところですね。トレーディングポストさんのお店で撮らせていただいた別の動画で詳しくご紹介してますので、気になる方はそちらもご覧いただければと思います。で、次がですね、4万円台に入っていきます。ちょっと中盤の価格帯ですね。まず、風雅神ですね。これも面白いブランドで、いくつか製法を展開してるんですよね。で、ちょっと重厚に履きたいのか、軽快に履きたいのか、みたいなところ。作りの方向性とかをですね、選べるっていうところがちょっと面白いところで、今回のローファーは 48,400 円ですね。結構本格派の仕様で作られています。で、この靴いいなと思うのが、カジュアルすぎずドレスすぎず、すごい中庸的なポジションなんですよね。デザインのバランスとしては本当にもう、超バランス型というか、もうオンオフっていう言葉がすごくぴったりのポジションだと思います。で、一応風雅神には、撥水レザーを使ったノルウィージャンのちょっとごつめのカジュアル系のローファーもあるんですけれども、ちょっとバービクと被ってしまうので、今回はこの中庸的なポジションのものをご紹介したいという感じですね。もう本当超真ん中っていう感じです。で、これも伊勢丹のバイヤーさんと動画撮らせてもらったものが別の動画でありますんで、気になる方はそちらもご覧いただければという感じです。で、次ですね、9足目になりますかね。同じ 48,400 円でスコッチグレインのベントっていうモデルになります。墨田区の純国産ブランドとして有名ですね。で、ノースは他のモデルと比べるとちょっ
とだけ長め、気持ち長めっていう感じなんですけど、なんか尖ってて嫌な長さっていうことでは全然なくて、なんだろうな、スコッチグレインらしい、派手すぎない、主張しすぎない良さがありますよね。ビジネスでは比較的使いやすいポジションの靴なんじゃないかなと思います。で、この、グリッパーソールっていうソール、ゴムのソールがあるんですけど、これがね、すごく柔らかいんですよね。僕も同じデザインで、撥水レザーのローファー1個持ってるんですけど、すごく楽ですよ。ちょうどよくなんか足に馴染んでくれるというか、すごい柔らかいので、すごく履き心地が楽っていう感じですね。はい。で、ポジション的には、さっきのフーガシンよりちょっとだけドレス寄りっていう感じの、この辺のポジションですかね。で、次10足目ですね。ちょっとお値段上がりまして6万円台になるんですけど、イギリスの本格靴ブランド、ロークですね。老舗ブランドになります。1880年の創業ですね。で、ロークの工場見学僕行かせていただいたことあるんですけど、本当に老舗の英国靴らしい正統派のグッドイヤーの靴作ってるブランドなんですけど、日本ではなぜかこのモデルが有名なんですよね。キルトタッセルのローファーがすごい有名で、なんかドクターマッチみたいな5つ目の PVC ソールですね。これを採用している、そういうカジュアル寄りの靴になるんですけれども、このコインローファーであれば、5つ目のソールではあるんだけど、ちょっとアッパーはね、なんか綺麗めなんですよね。その辺はなんか、正統派英国靴の文脈を受け継いでいるなっていうところで、ちょっと面白い部分なんですけれども、はい。カジュアルなんだけど、気持ちドレス寄りかなっていうポジションですね。で、11足目ですね。これ4から6万円台の最後のポジションになります。オリエンタルのアルバースっていう靴ですね。これ奈良県のファクトリーブランドで、上質なカーフを使っていて、牛革ですね。つま先はね、ちょっと短め、ショートノーズなんですね。でもいい丸みで、これもオンオフですごく使いやすいような、国産ミドルの、ちょうどいいポジション、ちょうどど真ん中っていう感じのポジションの靴ですね。で、なんか個人的にはですけど、なんかノーズのこの短さ、ちょっと可愛らしさもありつつ、全体的なまとまりもすごく綺麗で、木型もですね、しっかりローファー型の木型を使っていて、すごく履きやすかったっていう印象があります。で、最後はですね、7万円台から10万円台まで、ここはちょっと面白いゾーンなんですけれども、人と被らないとか、知る人ぞ知るブランドみたいなところが揃ってくるんで、意外と見どころはあるかなと思ってます。で、まずマグナーニですね。これもスペインのブランドで、ちょっと色気のある靴が多いかなっていうブランドです。で、今回ご紹介するフレックスっていうシリーズは、ボロネーゼ製法で、とにかく柔らかくて、履きやすい、軽いっていうのが特徴ですね。で、スムースレザーとか他の素材もあるんですけど、今回もご紹介したいのはこのスウェードのもので、上品なんだけど、艶っぽくないから肩肘張らないというか、例えばコットンパンツとかホワイトデニムとかでもいけるし、スラックスとかでも合うでしょうし、みたいな、そういう綺麗めだけどちょっと抜け感のある一足、履きやすい、見た目にも、履き心地的にもっていう、すごくいいポジションの靴ですね。で、ノーズはちょっとシュッとしているので、気持ちドレス寄りのこの辺のポジションかなっていうところです。これが7万7000円ですね。はい、次 TLB54503 というモデルですね。マーティンっていうのかな。これスペインのブランドです。同じく。で、こちらはフランスのアノネのボックスカーフを使っていて、非常に伝統的な作り、グッドイヤーのローファーっていう感じですね。ただ一個面白いのが、このモカシンのこの甲の部分の U 字の意匠ですね。これがスキンステッチって呼ばれている結構職人さんの手仕事で行われるような作られるような衣装になっていて、すごく繊細でなんか独特な雰囲気がありますよね。なのでこの作りとこの革で8万5000円っていうのはパッと見高価には見えるけど、相応かなっていう感じがしてますね。で、もう一つ TLB には上のコレクションというかシリーズがあって、アーティスタコレクションかなっていうのがあるんですよね。で、この11700っていうのはかなりドレス寄りのローファーで、ノーズがシュッとシャープなドレッシーな感じになってますよね。で、靴底も革でヒドゥンチャネルって言って縫い目が見えないような上質な仕上げになっていて、これが8万8000円ですね。で、さっきの54503は8万2500円なので、ちょっと価格的にはね、そんな変わんないんですけど、ちょっと尖りすぎてるものはちょっとなっていう方は、最初のものを選んでいただければだし、ちょっとシュッとしてるのが好きっていう方はですね、この11700もありかなという、ちょっとサブ的なポジションでご紹介させていただきました。ポジション的にはそれぞれこのあたりっていう感じですかね。はい。で、次15足目になりますね。エデンっていうブランドですね。エデンミラノ。ミラノ初の比較的新しいブランドで、
ちょっと独創的なデザインでこう評価されている、注目されているっていう、すごく面白いブランドになります。で、このアイコンとしてはですね、このコンポルタっていうこのフックがついたモデルが有名なんですよね。このカジュアルなんだけど、人と被らなさそうな独創的なところ。はい、ここがちょっとマニアックな一足ですね。で、今回ご紹介するのはコインローファーなので、どうにかこう探して見つけた茶と白のコンビのローファー、スウェードのコンビでお持ちしたんですけど、こう、なんだろうな、ミニマルなんだけど、ちょっと洗練された感じもあり、リラックス感もあってですね、すごく綺麗めなスタイリングにこう合わせやすそうな、めちゃめちゃ素敵な靴だなと思ったんですよね。で、ちょっとね、入れるかどうか迷ったんですけど、どうしてもこのプロット図のこの辺りがこう、すっぽり抜けてて、どうしてもここを埋めたくて持ってきた靴でした。ただ個人的にはね、こういう靴大好きなんで、推し靴ではあるんですけど、はい。ちょっとね、人と被らないのが好きとかっていう方は、ちょっとこういう靴も見ていただければっていう感じですね。はい。16足目、カルミーナですね。ドレス靴のアンカーになります。これもスペイン靴なんですが、歴史も結構長いですね。1866年の創業で、本格派のグッドイヤーのドレスシューズを結構メインで展開しています。で、さっきのバービックと同じような感じで、カルミーナもドレスからカジュアルまでの振り幅がめちゃめちゃあるんですよね。ちょっとごつめのものもあるし、綺麗めなものもあるし、軽めなものもあるし、なんならレディースもあるし、パターンオーダーもあるし、みたいな。そう。なので、選択肢がめちゃめちゃ多いっていうところですね。で、すみません。今回は、もちろんコインローファーのモデルもあるんだけど、今回は、このモデルですね。フルサドルとか、フルストラップローファーなんて言われたりもするんですが、あえてちょっと変化球を持ってきました。なんかね、めっちゃ種類あるので、どれをご紹介するか迷ったんですけど、やっぱこう、なんだろうな、僕、カルミーナの一番すごいところって、こう、デザインバランスというか、靴の、こう、まとまりがすごく綺麗だなっていうのはあるんですよね。個人的には好みでもあるんですけど、で、最近ちょっと値上げして、これ94,600円になってるんで、今回の中ではちょっと高い方なんですけれども、で同じぐらいのクオリティで、例えば英国の老舗ブランドとか見ると、平気で10万超えるし、20万とかするものも全然あるわけですね。だからそれとこう、近いクオリティで10万切ってくれるっていう見方もできると思うんで、いいものが欲しい、長く履けるものが欲しい、こう、納得して買いたいっていう方はですね、このあたりもご検討いただくといいんじゃないかなっていうのがあったりします。とにかく、ちょっと今回ご紹介するのは変化球ですけど、めちゃめちゃ種類あるんで、まずこちらもですね、オンラインショップとか見ていただければと思います。はい。で、17足目になりますね。こちらが、最後の一足なんですが、こちらもカジュアル靴のアンカーっていうポジションになります。パラブーツのランスですね。で、パラブーツはアイコンシューズって言われるようなものが結構いくつかあって、例えばね、チロリアンシューズのミカエルなんかも有名ですけど、そのチロリアンの、こう、分厚いモカシン、はい、ああいう衣装を取り入れているような、結構カジュアル要素の強いノルウィージャンの重厚なソールのコインローファーですね。はい、もう思いっきりカジュアルに振ってて、パラブーツらしいポジションの靴なんですけれども、もともとね、ワークシューズとかを作っていたっていう、こう、背景があるので、結構そっちに振っているっていうところは、やっぱね、一つブランドの特徴でもあるので、種類が多いのが魅力でもある。そういうブランドもあれば、こう、どこか一点に集中しているみたいな、そういったブランドもあると思うんですけど、今回のパラブーツのこの靴は特に、はい、もうこの後者っていう感じですね。で、オイルドレザーで底付けも結構こうガリッとね、ノルウィージャンで重厚なので、カジュアルでもうとにかく気負わず履きたい、ガシガシ履きたいをしたいっていう方はですね、すごくおすすめの一足かなという感じです。はい、という感じで以上17足ですね、ご紹介してきましたけれども、ちょっと簡単にタイプ別のおすすめを最後にお話しさせていただくと、革靴が初めてでちょっとスニーカーから乗り換えるのにハードルが高いわっていう方は、例えばランウォークとか、さっきのコールハーンとかですね、痛くならないとか疲れにくいっていうところで、失敗しにくい選択肢かなと思います。で、カジュアルに気軽に履きたいのであれば、バービックとかジェイジバスとか、デニムに合わせるのはこの辺なのかなっていう感じですかね。で、とにかくこう、コスパっていうか中庸的なポジションで、幅広く使いたいっていう方は、さっきのバービックの4456もそうだし、フーガシンとかもめちゃめちゃいいと思いますね。で、スラックスとかジャケパンでドレスに使いたいのであれば、バービックの4545とかトレーディングポストとか。で、国産で長く安心して履きたいのであれば、スコッチグレインだし、人と被らなくてこう発見が欲しいとか、こうちょっと新しいものがいいっていう方は、例えば TLB とかマグナニとかエデンとか、そのあたりが満足度が高そうかな
っていう感じですね。で、一生物で履きたいっていう方はカルミーナでもいいでしょうし、カジュアルで振り切りたいっていう方はファラブーツのランスとか、JH バスでもいいと思いますけれども、そんな選択肢が出てくるかなという感じです。で、コインローファーってやっぱり革靴の中では入り口としてはすごく入りやすいところだと思うんですよね。紐がなくて気軽に履けますし、本格製法のものを選べば結構長く履けるっていうところもあるし、スニーカーよりもちょっとね、ちゃんとして見える。ドレスシューズよりも履きやすくて、あんまり流行り廃りがないので、結構長く履き続けられるっていうところが、コインローファーの魅力かなって思いますね。なので、ちょっとね、気になった方はぜひこのあたりで手の出しやすいところで、選んでみていただくのはいいんじゃないかなという動画でございました。なので気になった靴がある方はですね、ぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいですし、これ忘れてますよっていうのがあればですね、ぜひそれは教えていただけたら嬉しいです。はい、という感じでご紹介してきましたけれども、オンラインショップで買う方とかは、例えば返品交換が OK なブランドとかもね、あったりするわけですね。オンラインショップに書いてあるところもありますので、そういったところを選んでいただくとか、ちゃんとサイズガイドで、足何センチの方はこのサイズ選ぶといいですよみたいなのをちゃんと書いてくださってるところもあるんで、そういうところで選んでいただくと、ちょっと安心かなと思います。ただ行ける方はぜひお近くの店舗で試着していただいた方が、絶対安心ではありますので、その点ですね、強くお伝えしておきたいと思います。はい。というわけで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でありがとうございました。